今ね、分断を煽られてるターンだと僕は思ってるんですよ。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日はですね、9月の3週目の占いと時事の回になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。伸びてますね。何が ?2025 年下半期の運勢。だいぶ前の動画が2万くらい伸びてんだよね。ね。よかったよかった。ありがたいことですね。止まったかなと思ってたら急に伸びたんだよね。まあね、このね、時事動画でね、見に来てくださってる方もいらっしゃるかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけでございまして、ですね、今週もやっていきたいと思います。本日収録日が9月の16日でございます。問題なければ18日の木曜日に、はい。される予定でございます。はい、よろしくお願いします。はい。では行きましょうか。本日は5つのニュースでございます。1つ目。これはね、僕ね、好きなんでね、ちょっとあれなんですけども、チョコレートプラネットの松尾さんが、素人が何発信してんだという発言がですね、大変今、反発の声が。SNS なんかやるなってやつだよね。声が上がっております。ことの発端はですね、チョコレートプラネットの松尾さんがですね、9月10日に公開した YouTube の動画で、この素人の SNS 利用に関する持論を展開。これが波紋を広げていると。で、話の流れといたしましては、お笑いコンビ、アインシュタインの稲田さん。稲ちゃん。稲ちゃん。特徴的な顔立ちでおなじみの稲ちゃんが、インスタグラムに不正ログインされて、で、その不正ログインした32歳の男性が逮捕された件に関して話が広がっていたわけですね、これね。もともとこの問題っていうのが、その稲田さんが不適切なダイレクトメッセージを女性に送ったという疑惑について、去年、2024年の7月の下旬ぐらいに、暴露系 YouTuber でおなじみのコレコレさんが取り上げていらっしゃった。で、稲田さんはもちろん全く身に覚えがないですよと否定したんですけども、世の中の方々はやっぱりちょっと、これ稲田さん嘘ついてんじゃないのっていう風に言ってたみたいな感じになってたと。そうだね。ただかわいそうだなって思って。そう、かわいそうだなって普通にだってやってないですからね、本人はね。わかんないじゃん。周りの人たちはわかんないですからね。わかんない、ね、疑わしきは罰せずじゃないけど、逆か。逆なんですけどね。だから。どうしてもね、やっぱりそういう風に取り上げられちゃうと、やっぱり、稲ちゃんそんなことしちゃって、みたいな感じになっちゃったんでしょうね、これね。あんまり良くない流れだなって見てたよ、当時確か。で、実際のところはその男性、32歳の男性が、稲田さんだけじゃなくって、プロスポーツ選手のインスタグラムとかも不正ログインしてる。で、警視庁が32歳の男性を逮捕したということで、報じられて、逮捕はね、本当に良かったです。ね、稲ちゃんの、名誉がね、挽回できた。そう。いうところでございまして、この件に触れて松尾さんが、もう最悪だよ、もう犯人はもう一生電子機器使えない生活にしてほしい。ぐらいに、すごく怒ってらっしゃったわけですね。わかる気持ち。もう切符も使うなって。スイカも使わせないと。だから、笑いの文脈で言ったんだよね、多分ね。そうですね。そんな使わせんじゃないよ、みたいなね。そうですよね、と。で、ただその発言のその流れで、誹謗中傷に関してだけども、その芸能人とかアスリートとかそういう人以外 SNS をやるなと。素人が何発信してんだずっと思ってんだというふうにおっしゃったと。で、これに対して相方の長田さんは、でもそうなるとめちゃくちゃ小さいコミュニティで何も流行んなくなっちゃうじゃんって、ただのブログじゃん。で、松尾さんが、いや、だから見てりゃいいんだよ。もうそれでいいんだよ。っていうふうなことを言っちゃったと。で、もう免許制にしちゃえと。もう車と一緒にちゃんと講習を受けて、そういう SNS を作っていけばいいんじゃないかっていうふうに語ったんですけども、これがちょっとね、さすがに、いやいや、一般素人が SNS 使うなってね、言うのはちょっとさすがにっていうので、ヤフコメなんかはね、700件ぐらい。ニュースがちょっと。だから炎上したんだよね。いわゆる炎上ですね。で、動画の方はちょっと現時点で削除されているということなんですけども、なかなかちょっと松尾さん燃え上がっちゃってるんですね。なるほどなね、ぜひ賛否両論いろいろありますけども、松尾さんのここはちょっと運勢。はい。そう、見てみましたと。僕、チョコプラ好きなんですよ。僕も好きです。そう。で、言ってることも多分この世代だったらわかるよね。だって、稲ちゃんが被害者じゃん？そうですよね。そうだよね。だって、じゃあ、報道じゃないじゃん。ちゃんとした取材に基づいて。これさんとかって、お手紙もらってとかでしょ？だから、取材とかを、じゃあ、稲ちゃんにしたのかとか、なんかそういうの出てくるじゃん。マスコミさんとかだったらするわけでしょ？だから、そういう意味じゃ確かになぁとは思う。人の人生変えちゃうようなことを関してね。確かに、これでね、稲ちゃんが燃え上がっちゃって、仕事なんもなくなっちゃったって言っても。なかったじゃん、実際。ねだから被害は出てるから、そうですよね。確かにねって、芸人仲間として言っちゃう気持ちはなんかわかる。で、今月が特に悪いかな。
なるほど。うん。変な風に目立っちゃう。だから、僕悪目立ちって言うでしょ、だから、そういう名誉みたいなのが行き過ぎるみたいな時、そういう言い方とかするんですよ。はいはい。で、まあそういう時期かなと。一周回って、陽気余って陰になるじゃないけど、そういう時期だなと、松尾さんね。で、長田さんも一瞬今運が落ちるから、コンビでちょっとペコってこう落ちるかね。10月くらいになったらだいぶ良くなってくるかなっていう気はするけど、なるほどね。特に長田さんの方は良くなっていくかなっていう気がするので、だんだんなんか何かでバズを作るとかでうまくやっていくんじゃないかなっていう気はするけどね。まあね、もともとね、お二人ともね、やっぱり面白いものたくさん作る方ですからね。パーカージュニアとか好きなんですよ。パーカージュニアね。そう。知らない方見ていただければと思いますけど。そう。あれ、普通にラップとして好きだし、むしろ僕はね、シンペーターが心配ですね。パーカージュニアの歌詞手伝ってるシンペーターさんが復帰しないのはちょっと心配だなって思ってますけど。今お休みされてますもんね。そう。元気で復帰してほしい。なるほどな。難しいよね。だって、SNS 全盛期じゃん。まあ言ったってもう僕の友達だってみんなやってますよ。そうだよね。だから、保険階級みたいに見えちゃうんじゃない芸能界とそれを分けるみたいなのがさ。なるほどね。そう。要は、芸能界って村というかさ、掟の世界じゃん。ルールがある、なんとなくね、メディアリテラシーとか言ってさ、なんかあるじゃん。その中で、例えば、某アイドル事務所の問題とかいろんなことが隠されたりとかしてさ、腐敗がどんどん出てきてた。でしょ、で、そういうので、なんか、若者も憧れなくなってるわけじゃん。なかなか難しいところでね。で、自分の発信先とかみんな持って、新しい時代だっつって、自分の推しをこう盛り上げてこうみたいになってるっていう意識が多分ね、35歳より若い世代は、むしろそっちの方が多いと思うんだよね。まあ確かに。テレビキラキラみたいな感じじゃなくて。だから、僕らはほら、おじさんちゃん。まあ言うてるよね。本当にね、同世代なんですよ、チョコプラ。大好きなんだけど、そっかーとかなんか、やっぱそう、これ燃えちゃうかとは思ったね。我々も気をつけようね。ね、なかなかね。そう。まあ、SNS、やっぱり全盛期ですからね、ここはね。そう。素人みたいなもんだし、メディアでなんか喋るに関してはね、こっちはね。まあ確かにね。そう。難しいところではございますね。まあ、ちょっとね、過激すぎる発言ではあったかなというところではありますので、まあ、いい形にちょっと収まっていただければなとはね、思いますけどね。落ち着いて、ね、パーカージュニアでも見て笑いましょう。いい動画です。はい。続いていきましょうか。まあ、SNS 全盛期ということで言えばですね、まさしく、SNS の長寿と言ってもいいかもしれません。YouTuber ヒカルさんの話題でございます。ヒカルさんと進撃のノアさん、ご結婚のニュースについては以前も取り上げたんですけれども、今回、オープンマリッジ宣言。ということで話題になっております。人気 YouTuber のヒカルさんが14日更新の動画で、双方の浮気などを許容するオープンマリッジ宣言を発表してネット上で話題となっています。ヒカルさんと奥様の進撃のノアさんが14日の動画に登場し、配偶者以外との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指しますと説明してて。これに関してね、奥様も、ノアさんの方も、自分だけがちゃんとしてて、ね、ヒカルくんだけがわーみたいに遊んでますみたいなのは嫌だけども、私も遊んで、みたいな、お互い同じことして、同じ投票だったら全然何でもいいと思ってて、というふうに語ったということではあるんですけれども、やはりちょっとね、これ、世間には受け入れがたいところがやはり。しかし登録者減ってるんでしょ？はい、ありまして、動画投稿から24時間経過した段階で、507万人から500万人を割り込みまして、495万人まで。すごいね。1日で12万人。今もっと減ってるみたいですね。だから、ということなので、以前取り上げた時もですね、お二人の価値観がそもそもちょっと違うかもね、みたいな話をね、水森さんされてらっしゃってて、ちょっとなかなか大変そうだよね、みたいな話は。そうだね、空母機だし。で、ヒカルさんの運勢っていうと、来年からほら炎上って言ってたでしょ？それ、火の五行が強い時期この人ダメなんで、来年再来年って火のかなり強いから、やっぱり炎上ばかりするんですよ。で、火の五行が強化され出すのって、今年の下半期、8月くらいからはずっとなんで、蛇も来るし、で、なんでこの時期結婚したんだろうなっていうのはやっぱり謎で、お互い空母だから、一番離婚しやすい年にやってるんだよ。だから逆にこれ乗り越えたらすげえなって思って見てますけどね。なるほどね。そう。やっぱりインフルエンサーとかになると運命も乗り越えていかれるんだなみたいな。ね、そういう風になっていただければね。そう。いいですよね。なんとなく動画見たけど、ノアさんの方が、本当にそれでいいのかなっていう空気は感じちゃったけどね。なんか、
いいのかなみたいな。なんか、そんな風には見えたよ。どうなんですかね。嫌なもんじゃないかなとは。結構ね、これ難しくて生物学的な問題があるでしょ。浮気大丈夫、絶対大丈夫みたいな2割と、絶対ダメだっていう2割。ここはまあ交わらないよね。まあそうですね。間くらいに6割くらいのどうしようっていう。なんともね、そう。ふわっとした感じの。層がいて、なんだろうな。どちらかというと、ヒカルさんって多分、もう振り切ってる側だと思うんだよね。まあ今までのね、そう。考えたらそうでしょうね。本当にモテる人って、この間くらいにいるんだよ。どうしようっていう人と、浮気しちゃう人の間くらいの人がモテると。キャバクラの、まあトップ中のトップじゃない。彼女って。だから、モテ史上最強なわけじゃん。確かにね。ちょうどいいところにいる人と、振り切っちゃってる人ってどうなんだろうなとは、なんかいろいろ思うけどね。だから、ビジネスとしてどうなんだろうなって、僕は単純に思いました。なるほどね。その YouTuber としてのその発信であったりとか、まあそのノアさんの今、お仕事としてってことですね。そう。ノアさんのビジネスに対しての配慮とか、なんかいろいろもっと必要だったんじゃないかなっていう気はしたけどね。まあ、うまくいくといいですねっていう感じで。ただ、ヒカルさんはそもそもね、離婚星持ってるから、心配だよね、やっぱね。ちょっと心配ですね。お互いにとっていい形になればいいんですけどね。そうだね。ノアさんこれから良くなるから、ずーっと良くなる。逆に、糧にするくらいじゃないかな、なんていうふうに思いますけどね。まあ、どちらに転んでもっていうところですからね。まあ、今後注目でございます。さあ、そんな、オープンマリッジなんて話がありましたらば、こちらは、まあ、オープンにしちゃいけない話が出てきてしまいました。またまた、長野芽郁さんでございます。長野芽郁さんと坂口健太郎さんに、二股熱愛報道ということで、小栗旬の胃に穴が開くなんていうコメントが出ておりました。このお話、ちょっとピックアップしましょう。9月9日、週刊文春が、俳優坂口健太郎さんと年上の一般女性、ヘアメイクの方そうですね、の同性関係をスクープということで、まあ3歳年上の女性ということで、姉さん女房、いいじゃないかということで、この時は盛り上がったんですけれども、翌日に、またまた文春がですね、長野芽郁さんとも、親密な関係になっていたというのを翌日の文春で、すごいね。というところでございまして、所属事務所のね、会長さんが、坂口さんの件で、まあ今回文春から取材があることを知って、この女性の方との、まあ別れを決断されたということで、今はもうお別れになってらっしゃるということだそうでございます。で、同棲生活も解消というところでございまして、まあ、長野芽郁さんといえばね、春先には田中圭さんとの報道もね、話題になったわけでございますけれども、田中圭さんも坂口健太郎さんも、いずれもトライストーンさん、同じ事務所で、社長が小栗旬さん、ということで、ネット上ではね、小栗旬の胃に穴が開くんじゃねえかと。あと最近の出演状況を見てるとなんか白髪増えたんじゃねえかと。小栗旬が心配されてるという、そうだね。はい、状況でございまして、またまた長野芽郁さんがね、話題になっております。粗品さんがね、芽郁ちゃん大好きだからええけど、ただ、まだまだ出てくるやろなーって、なんて言っていらっしゃいましたけど、これはどうしましょうかね。坂口健太郎さんの運勢とかもそうなんですけど、小栗旬さんはどうなんだろうっていう。そうだね。ところもちょっと気になるなっていう。みんな見てみましたよ。坂口健太郎さんは、やっぱりスキャンダルとか、女性問題とか出やすい年の出やすい月だったかなと思うので、全然不思議じゃないという感じで、やっちゃったねっていう感じです。確かに小栗さん重なってるからあれだけど、今月とかは悪いけど、この8、9とかは多分いろいろ悩んだりしたと思うけど、対応がずっといいから、一時的なもんだと思うんですよね。なんだろうな。ずっと働いてくれるじゃん、これで。言い方悪いけど、ね、義理とかあるじゃん。まあ確かにそうですよね。ね、ここでお世話になったら、ね、田中圭さんも坂口さんも頑張って社長のために働くから、そういう意味じゃ良いと言っていいのか分かんないけど、今だけ大変っていう感じだよね。まあ、ご本人はね、役者として、小栗旬さん自身が、出演とかもいろいろ、今もやってらっしゃいますしね。だから、まあっていう感じだね。で、僕ね、長野芽郁ちゃんと誰が一番相性良かったのかなっていうのが気になって。そう。いや、でも、ここまで来るとそれ気になりますよね。本当に。多分、すっごいゴシップなんだけど、占い的には、一番好みのタイプは K さんじゃないかなと。田中さんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。なるほど。だけど、相性で言うと、キム・ムジュンさんとが一番本当は気も合うし、ちょうど良かったんじゃないかなっていう感じはすると。
そんな感じで。だから、そういう観点で坂口健太郎さんを見ていくと、火遊びみたいな感じがすると。なんかね、男性のなんかこう浮気ばかりしてる芸人さんを読んでるようななんとも気言えない持ちになってくるから、なんかね、名著の男前っていうかなんかすごいなぁとは思いますけどね。逆になんかこれを本当に自分の何かアイデンティティにしてほしいぐらいのね。ね、前世紀の淳さんとか思い出すよね。遊んでらっしゃいましたからね。陣内さんとかモテるんだなぁみたいなね。っていうか相手だけ考えてほしいですね。そうだね。メイさんの運勢を見ていくと、まだまだちょっときついかなという気はしますよと。メイさんも復活しそうな感じはするんだよね。これどうやって持ってくんだろうなっていう感じで。運勢で見ると、確かに今までの生産みたいなのが今年なんですよ。で、最後の生産みたいなのがこの後あって、そっからはもういいような気はするけどね。こういう意味で言ったら本当に女優さんとして、もうなんか酸いも甘いもじゃないですけど、そういう感じになられるんですかね。どんなポジションがあるんだろうね。なんかタレント性は確かに感じるじゃないですか、彼女から。けど、ベッキーさんとか、矢口真理さんみたいなポジションになってるかって言ったら、そんな感じでもないし。お二人ともね、復活されて、今でもご活躍。なんか、けど、ちょっとそういう路線になってるじゃないですか。どうすんだろうなぁと思いますけどね。けど、まだ運良さそうですよ。なんかね、粗品さんは、ネットフリックスとかで悪役とかいっぱいやればいいんだよ、みたいな。ああ、なるほどね。確かにそうかもしれない。まあ、すごいなと。こっから復活しそうなんで、はい。頑張ってくださいっていう感じですかね。ですかね。はい。はい。どうなるんでしょうかね。はい。ということでございました。さあ、国内のね、芸能の話題が3つ続きましたけれども、ここからは海外のニュースでございます。いやー、これもね、大きなニュースでございました。トランプ大統領支持をされていらっしゃいます、チャーリー・カーク氏の暗殺でございます。アメリカの右派の活動家、ドナルド・トランプ大統領の熱烈な支持者でございました、保守系の若手政治活動家、チャーリー・カーク氏、まだまだ31歳。切ない。だったんですけども、ユタ州の大学のイベントで銃撃され、亡くなられたということでございました。直前にはね、日本にも来日していらっしゃったということでございます。参政党さんかなですね。神谷代表ともですね、対談をされていらっしゃったというところでも注目を集めていたんですけれども、大変大きな事件になりました。奥様がね、その意思を継いで今後も頑張っていくというようなね、発表もされていらっしゃったりとかしてたんですけれども、翌日11日、9月11日ですね。だから、まあ、くしくも911の日ですけども、に容疑者とされている大学生が逮捕されております。まあ、ちょっとこの大学生が本当に犯人なのかというところに関しては、まあちょっと、まあ陰謀論めてますけどね、まあちょっと本当なのみたいなニュースといいますか、まあそういった声も、まあちょっと上がってたりはするんですけど、まあとりあえずは逮捕はされましたよというところでございました。はい、という大変大きなニュースでございます。けど、テレビであんまり報道してないんでしょこれ。なんかテレビではそういうのはないですね。ネットメディアが中心だっていう話だよね。そうですね。そう。なんとも言えなくて、なんとも言えないよね。と、なかなか。なんだろうな。要はさ、リベラル的な人から見ると、悪の権限みたいに映っちゃってるわけでしょこの人。まあそうですね。だから、いわゆる左派リベラルと呼ばれる方たちが、あんなやつ死んで当然だみたいなことを SNS で言っちゃって、そういう方々が解雇されてるみたいなこともね、あるということですよね。そうだよね。それから永住権の停止だみたいななんか話も出てるよね。なんかそういうのありますね。割と過激は過激だけど、大学行って討論とかしてたりとか、要は政治活動みたいなのを若いうちからやって、うまくいった人っていう感じで、それの保守系の代表みたいな感じだよね。だから、日本だと誰になるのかな最近だったら、岸谷さんの息子さんなんつったっけ蘭丸さんと、ああいう系なるほどね。で、参政党みたいな組織を作っちゃったみたいな感じだよね。まあ、カリスマだよね、だからね。まあそうですよね。いわゆる向こうのアガ運動の保守版みたいなことだよね。なんかすごいよね。少し前だったら高松菜奈さんとかが、ものすごくバズって、組織化までしたみたいなイメージなのかな。どっちも左っぽいな。そうなんですよ。右だとやっぱり神谷さんとかなのかな。神谷さんは政党まで作っちゃってるもんね。まあそうですね。日本だとなかなか例がちょっと見つからないですけど、まあ参政党とはね、親和性高そうなキャラクターですよね。今回ちょっとね、その銃撃されたというまあまあ、単純に運は悪かったっていうのはあるんだけど、これも象徴的なんだけど、カイトの話って結構してるじゃないですか。うちのチャンネル見てくださってたらね、ご存知だ。要は世代の天体の天王星と海王星と冥王星が、それぞれの星座の先端のあたりで小三角っていうのを作ってて、それの規定のところに火星とか来たり、水星とか来たり、太陽とか月が来たり、金星とか来るよみたいな動画上げてるよね。そうですね。で、その規定のところに金星とか月がある人なんですよ。だから、時代の寵児じゃないけど、今の時代、
この激変の時代を象徴する人に祭り上げちゃわれるのかなと。暗殺の当日も火星とかの影響を受けてたから、普通はそこら辺で多分読んでくんだろうけど、まあ象徴みたいにこの人がなっちゃうのかなと。特に月とか金星になると配偶者とかも見てくから、もしかしたら奥さんがそういう風になってくるのかなとか、いろんなことをなんか、ホロスコープ見て思いましたけどね。トランプ大統領ですとか、バンス副大統領からもね、コメントがあったりとか、バンス副大統領に至ってはね、本当に、まあ、葬儀の方に、なんか、他のことを全部ほっぽってそっちに行ったみたいなのがあるぐらいですからね。そうだよね。ということでございますので、まあ、今回の事件、一応解決は見てるように見えますけども、ちょっとなかなか。安倍さんの事件とか思い出しちゃうよね。またね、大学生が山上さんに見えるというかさ。まあ、確かにちょっと、なかなか、どうなんでしょうかね。なかなかちょっと尾を引きそうなところはありそうでございます。いや、わかんないよ。だって、ケネディさんなんて50年とか前でしょ？そうですね。60年とかか。だけど、それでも、まだちょっといまいちわかんなかったりするじゃん。そうですね。だからわかんないよね、こういうのってね。だけど、僕はテロとか暗殺とかは、ものすごく卑怯で良くないことだと思いますよ。本当にそうだと思います。ということでございまして、チャーリー・カーク氏の暗殺事件について取り上げさせていただきましたが、こちらもですね、非常に大きなニュースになっております。イギリス・ロンドンで、ですね、移民デモ10万人以上が参加ということで大きな話題になっております。イギリスはロンドンで反移民などを訴える極右の活動家が主催するデモがあり、10万人以上が参加。ロンドンの中心部で13日に行われまして、反移民、そして反ムスリムということで、まあ多くの方々がユニオンジャックの旗ですとか、イングランドを表す旗を掲げて、不法移民追放などと訴えたということでございました。地元メディアによりますと、デモの参加者は11万人から15万人に上り、一部の参加者は瓶を投げつけるなどして、警察官26人が怪我、うち4人が重傷と。一方で、そのデモに対抗して人種差別反対だという団体も、大体5000人ぐらいが集まってデモを行ったために、ちょっと警官隊を挟んで一触即発の状態になったと。なんでこんなデモが行われているかっていうのは、最近のね、ちょっと流れもあるんですけれども、小型ボートで入国する難民申請者が相次いでいて、政権への不満が高まっているところもあるのでは。というところで、ございました。この反グローバリズムといいますか、そういった流れもですね、このチャンネルでもね、取り上げてきておりますけども、これもなかなかちょっとやっぱり大きなニュースだなというところでございます。なんとも言えないんだよね。これ、なんだろうな、参政党さんとかもそうなんだけど、どちらかの見方とかをすると、今ね、分断を煽られてるターンだと僕は思ってるんですよ。1ヶ月の予言の動画でもね、権力者側の方が強いんじゃないかみたいな、そういう話でしたね。そういう話もしてて、さっきのカークさんのもそうだよね。だから、トランプさんとかイーロンとか、それからカークさんが権力者じゃないようには思うんだよね。なんか、何かにレジスタンスじゃないけど戦ってるわけでしょ？ DS とか言うと大げさな話になってくるじゃない？陰謀論みたいになってくるじゃない？だけど、既得権みたいなのってあってさ。で、その人たちが結局、けど、どっちも応援してるわけじゃないけど、なんか、両立てなような気もするから、気をつけてこういうニュースって見た方がいいよとは思ってます。だから、煽られて、差別みたいになってくるのも違うとは思うんだよね。だけど、じゃあ、そもそも煽る目的があって、移民政策とか進めるように指示してたりとか、仕込んで問題が起きるっていうのを作った人間が悪いわけじゃん。そうですね。で、同じグループの人が煽ってるのかもしれないよと。怖いよね。怖いですね。そうやって人同士を喧嘩させてるのが、もしかしたらオーナー同じかもよっていう。キノコタケノコ戦争で勝つのは明治製菓だって。そう。よく言いますけど。そういうことなんですよ。明治製菓怖いっすね。違う。明治製菓さんはいい会社です。ね。どういう顔だどういう表情だこの辺まではいいんじゃないキノコもタケノコも美味しいですからね。そうだね。キノコタケノコは好き。そういうことじゃなくて。で、そういうことなんだよね。なんだろうな。今そういう分断の時期だし、今月もスキャンダルとかいろいろ言ってて、そんなような感じになっているじゃないですか。これもさ、10万とかって発表してるけど、主催者は300万とかでしょ？そう、すごいですね。そう、ギャップが、僕は11万から15万よりはいるんじゃないかなとは思いましたけど、だからといって300万も集まんねえよなとか、ネットで視聴した人まで入れたのかなとかなるほどね。思ったりはしたけどね。だからすごい数だよね。なんだろうな。日本人ファーストとかほら叩かれてたじゃない。だけど、要はほっとくとこうなっちゃうよっていうことで、今日本人といい関係を作って生活している外国人の方もいるじゃないですか。とか日本人に聞
化された方もいるじゃないですか。その人たちが怖がるようなことしていくのは違うよね、とやっぱり思うから、これ難しいけど、まあ、どっちにも煽られるの違うんじゃないっていうのと、そもそも仕掛けてんのが一緒かもしんないからねっていうところかなとは思って見てますけどね。なかなかね、移民の問題日本でもね。いや、犯罪増えるの、勘弁してくれっていう感じで。あれもあるじゃん。なんだっけ。国交省が配達アマゾンの配達みたいな、あるじゃん。あれ、置き配じゃなくて、中に入れるようにするんじゃなかったっけ。なんか置き配のシステムで何かいろいろ変えるみたいな話がね、あるので、まあ、ちょっとこれ大丈夫なのみたいな。犯罪増えるんじゃないか、つってさ。いや、増えるよ。だから何やってんのっていう感じだよ。ちょっと心配なところはね、あるというのは、ね、ニュースになってますね。ねえ。アホでやってるのかわざとやってるのかって、俺わざとやってるような気がして、本当不愉快だなと思ってますね。まあどうなんでしょうかね、そこら辺はね。まあね、いろんなやっぱご意見がありますからね、そこら辺は。まあただ、やっぱりその国に合った、ね、文化とか生活っていうのがありますからね。郷に入れば郷に従い。これをグローバルスタンダードにしたらいいんじゃないの？確かにね、別にね、あちこち行って構わないから、その土地のしきたりじゃないけども、その土地のルールとか文化とか、ね、その人たちが嫌がらないような感じがいいんじゃないかと。ねえ、郷に入れば郷に従いって、これ排外的なの？いやー、どうでしょうね。でも、ね、ほら、ここが変だよ、日本人で有名になったゾマホンさんが、今度ね、来年1月、ベナンに帰って、選挙出るらしいんですけど、日本に来ている、来日してるね、外国人はもっとちゃんと郷に行っては郷に従い、まさしくね、それを言って、ちゃんとした方がいいよって、ゾマホンさんが言ってるぐらいです。まあ、ゾマホンさんを言ってるからなんだかっていう話はあるんですけど、まあでも、やっぱり海外から来た方でね、やっぱり日本ちゃんとね、好きでいてくださる方はそういうふうに言ってくださる方もね。そういうもんだと思うけどね。いらっしゃいますからね。なんかそれがね、別に日本だけじゃなくて、お互いの国で。いろんな国でね、そういうふうになっていくのは平和な気はするけど、それじゃダメなんかねっていうふうには思いますね。難しいところではございます。というわけでね、今回も5本のニュースということでお届けさせていただきました。エンディング撮る前にデータ容量いっぱいになったんで、もしかしたらちょっと画角違うなって思ってる人いるかもしれませんけど、気にしないでください。はい。ということで、ございまして、今週もお届けしてまいりました。来週は、10月の予言。そうだね。けど、真っ只中な気するんだよね、来週って。要は、お彼岸の前後って言ってたでしょ？確かに。俺、その辺何あるんかなって。ね、お金のこととかあんまり、金融とかね、心配だし、いろいろあるんだろうなと思って、嫌な気持ちになってますよ。なんもないといいけどね。そうですよね。どうなのかというところもございますので。くだらんゴシップくらいがいい。確かに。そうですね。もう一回長野めいちゃんがなんかやってくれるっていう。いや、それかわいそう。かわいそうだよ。もうちょっとなんか、ね、なんか自業自得か。けどこれ自業自得か。難しいね。難しいですね。まあね、でもまあなんか、いや、そんなことかよっていうようなゴシップでね、まあ笑ってるぐらいが本当はね、幸せと言いますか平和なんですけどね。まあということでございまして、まあ来週も引き続きやっていきますので、ですね、ぜひとも、今日初めて見たよという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、ですね、スマホから使える新機能、ハイプ機能でございますね。動画の方をですね、どんどん拡散してくださる機能だそうでございますので、ぜひともこちらもポチッと、お願いします。はい。月曜日から始めて、動画週に3回しか押せないそうなので、どうかその3回のうち1回、清き1票をよろしくお願いします。ということでございまして、今週もご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。